こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年10月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと10月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。ジフ10月2日からゲームパスに追加されます。2023年3月に発売されたタイトルで Day1 ではないためスタンダードの方にも対応となります。現代の都会を舞台に繰り広げられる直感的な接近戦が特徴のスタイリッシュな 3D カンフーアクションゲームです。本作では年を取るという要素をゲームに取り入れていて、倒れるたびに年齢が増していき、年を取ると HP は減るけど攻撃力は上がるという面白いシステムとなっています。まさに達人になっていくような感じですね。敵には体力ゲージと耐性ゲージと2つのゲージがあり、どちらかを削り切れば倒せるといったセキロと似たようなシステムが取り入れられています。基本的に多人数の敵との戦闘を強いられることとなり、容赦ない難しさを誇りますが、強敵難所を攻略する達成感も大きい高難易度アクションゲームとなっています。マッドストリート10月7日からゲームパスに追加されます。こちらも2021年発売タイトルで Day1 ではないためスタンダードの方にも対応となります。笑いながら敵をパンチして楽しめちゃう物理演算を用いて作られた格闘パーティーゲーム。スポーツ万能集団や金持ちのエリート集団、不良のパンク集団などといった最強の生徒たちが集まる街ガッツフォード大学を舞台にめちゃくちゃでぐにゃぐにゃなカオスな大乱闘を楽しむことができます。またローカルオンラインともに最大4人で遊ぶことも可能となっています。日本語には未対応とはなりますが、英語でも問題なく楽しめそうな作品ですよね。インスクリプション10月10日からゲームパスに追加されます。同じく2023年4月の発売タイトルで Day1 ではないためスタンダードの方にも対応となります。脱出ゲームとデッキ構築型のローグライトを組み合わせたサイコロジカルホラーゲームで、ものすごく評判がいいタイトルですよね。小さく薄暗い小屋で目覚めた主人公として老人とカードバトルを行って小屋から脱出を目指すといった内容の作品です。小屋の中を探索して隠された謎を解き明かすことでゲームが有利になっていくといった単なるデッキ構築だけではないような仕掛けが存在しているとのことです。私タイミング見て購入して遊びたいなとずっと思っていたものの、まだ未プレイだったので今回のゲームパスで遊んでみます。楽しみ。オープンロードズ10月2日からゲームパススタンダードに追加されます。2024年3月に Day1 でゲームパスに対応していた今作が新たにスタンダードプランでも遊べるという形になりますね。一人称視点の美しい環境表現と手書きのアニメキャラクターを組み合わせた画期的なアートスタイルで作られた母と娘のロードトリップアドベンチャーゲームです。気の向くままにラジオをいじって車を走らせ、欠点や秘密を明らかにしていく対応を行いながら、母がかつて捨ててきた過去を見出す旅を楽しめる内容となっています。ボリュームは非常にコンパクトで1時間から2時間ほどで実績コンプまで遊べる作品となっています。めっちゃ気軽に楽しめるので、ふといつも遊んでいるゲームとは違う作品遊びたいなと思った時などにおすすめのタイトルですよ。MLB The Show 24 10月2日からゲームパススタンダードに追加されます。こちらも2024年3月に Day1 でゲームパスに対応していたタイトルで、今回からスタンダードでも遊べる形となります。プレイステーションスタジオのファーストタイトルとなる野球ゲームですね。誰でもがメジャーリーグ体験をすることができる今作では MLB を代表する選手やチームを選んでライバルたちと白熱した試合を繰り広げることができます。そしてストーリーラインモードでは過去にタイムスリップし、知られざる選手たちの活躍や名場面を追体験することが可能となっていて、各選手のキャリアを象徴する瞬間が忠実に再現されています。またクロスプレーとクロスプログレッションに対応し、他機種のプレイヤーと遊ぶことも可能です。ここからは10月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。エバースペース2追加から1年2ヶ月で終了となります。テンポの速い一人プレイ用のオープンワールドスペースシューティングゲームです。
本作では100カ所以上のロケーションを複数の整形にわたって探索することが可能で、丁寧に作り込まれた危険と謎解き、そして秘密が満載の広大な宇宙を舞台に、深みのある SF ストーリーを堪能しながら RPG 要素、採掘やクラフトを自由に楽しむことができます。メインストーリーだけでも30時間、サブクエストの隅々まで遊ぶと90時間ほどの大ボリュームがあり、Xbox ではシリーズ X、S ともに 60fps で動作します。フロムスペース追加から1年で終了となります。崩壊後の世界を舞台にド派手な武器を使ってエイリアンを倒し地球を救う見下ろし視点のアクションシューティングゲームです。オンライン最大4人での協力プレイにも対応しています。F1 マネージャー2023追加から1年で終了となります。F1 チームを選び管理していき、練習走行や予選、そしてスリリングな本番を通して美麗な映像体験を楽しむことができる作品です。ズコーン追加から2年で終了となります。悪夢を絵に描いたような世界を孤独にさまよいながら複雑に入り組んだエリアを探索していく一人称視点のグロテスクホラーアドベンチャーゲームです。迷路のような入り組んだステージを自由に探索し、パズルを解いたりして進めていくオープンエンド型のゲームとなっています。世界に放り込まれてしまい、複雑な迷路を探索するといった、まさしく悪夢のような、迷うことを前提としたような作りであるため、どこに行って何をしたらいいかなどの情報がなく、地図や現在の目的も、収集物なども存在しませんので、人によっては意味がわからないゲームと思えてしまうかもしれません。しかし、今作の世界観は、まさしく圧巻の一言で、これまでいろんな機種でいろんなゲームを遊んできて、日本では発売禁止になるような残酷なゲームもたくさん遊んできましたが、本作が歴代最高にぶっちぎりでヤバいゲームだと感じました。本作においてホラー要素はないに等しく、ただただグロ表現がこれまでに見たことがないほどに凄まじいです。とにかく説明がなく難しめな難易度となんとも手に取りづらいような印象に見えるかもしれませんが、それ以上に先へ進めたくてしょうがなくなる圧倒的なビジュアルで描かれた世界観と空気感、そして語話表現が見事で、私は遊び手が止まらず最後まで熱中しました。中盤の怒涛のグロシーンの連発は強烈なインパクトがあり、遊んだのは2年前なのですが、未だに今作で得られた体験は鮮明に覚えています。本当に刺さる人にはこれ以上ないってくらい刺さる作品なので、気になる方は体験してみてほしいです。実績もコンプしやすく、プレイ時間自体も6時間ほどでクリアできますよ。ということで、今回は2024年10月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと10月15日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報や製品紹介、レビューなどを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。